クワサン・オリビーは10世紀エルガイムの登場人物の一人。主人公ダバマイロードの妹、さらには言い名付けでありポセイダル軍近衛司令団の司令官を務める女性である。こちらは商船イプシオンでございます。船舶用の部品、食料などご入用の品がおありでしたらお分けさせていただきます。ただし宇宙空間ですので 12% の割増料金です。お返事をお待ちします。どうしたのダバ？好みの子には見えないけどな。クワさん、オリビ。クワさんって。劇中でのクワサン・オリビー。ダバマイロードたちが故郷のウーゴル村から旅に出る約3年前、ダバマイロードの言い名付けであったクワサン・オリビーは野党に襲われさらわれてしまう。盗賊団によって身売りされた彼女はその後正規軍に捕らわれ、ペンタゴナワールドの支配者であるオルドナ・ポセイダルと出会う。オルドナ・ポセイダルは彼女が過去に行われたヤーマン族根絶やし作戦の生き残りであることに気づいた。そのことにより彼女はバイオセンサーの実験台としてバイオリレーションシステムの力で洗脳されてしまい、同胞であるヤーマン族を根絶やしにしたポセイダル軍のために働くこととなってしまう。彼女の役目は自身をおとりにヤーマン族の残党、さらには反乱分子を殲滅することであった。その後ポセイダル正規軍の近衛師団司令官となったクワサン・オリビーはダバマイロードと再会。しかし洗脳を受けていた彼女は目の前の男性が兄であり言い名付けである人物であることに気づくことはなく、敵対することとなってしまう。その後ダバマイロードは必死に彼女に正気を取り戻させようと試みるも洗脳が解けることはなかった。オリビー、聞こえないのか？オリビー、お兄ちゃんだよ。なんで俺はお前と戦わなくちゃならないんだ？オリビー、聞こえないのか？お兄ちお前はポセイダルの意志でコントロールされてるんだ、オリビー。ゃん、ポセイダル。そんな折、ポセイダル軍の最高意思決定機関13人衆の実質的なリーダーギワザ・ロワウがポセイダル軍に反旗を翻す。クワサン・オリビーは洗脳されていることもあってポセイダル軍を裏切ることなくそのままオルドナ・ポセイダルの下で働き続けた。しかしギワザロワウの元に説得に向かった際に彼女は捕らえられてしまう。その後監禁されることとなるがダバマイロード、さらには彼女に思いを寄せるギャブレット・ギャブレーの手によってギワザロワウの元より救出される。しかしその時彼女はすでにバイオセンサーの影響によって精神に異常をきたしていた。その後オルドナ・ポセイダルとバイオリレーションシステムでつながる彼女はオルドナ・ポセイダルの元へと向かうダバマイロードの道しるべとなるが、それによりさらに精神に負担がかかることになってしまう。すべての戦いが終わった後はこれまでの精神改造による負担からついに精神が崩壊。最後はダバマイロードに連れられて故郷のコアム星へと2人で旅立つのであった。さあ、クワさん、オリビ、故郷へ帰ろう。お兄ちゃん。一生治らん。ダメ。クワサン・オリビーの人物像。身長160センチ、年齢15歳、主人公ダバマイロードの妹であり婚約者の女性。ダバマイロード、クワサン・オリビーと共に養父であるダバハッサーに引き取られ育てられた義理の兄弟であるため2人に血のつながりはない。登場機はカルバリーテンプルで彼女の乗る機体は聖戦時のオリジナルではないかとも言われている。劇中で登場した際はすでにオルドナ・ポセイダルに洗脳され彼女の操り人形と化していた。オリビーの中のポセイダル、答えろ。戦いの渦を巻き起こすのはなぜだ。世が乱れれば悪意が湧き出る。何？世の中が混乱すれば悪しき海が吐き出される。新たな世界を作るため常に混乱の渦は起こさねばならんのだ。
言葉で飾るな。お前は私利私欲で動いてるだけだ。世を治めるためには常に正義だけを振りかざしているわけにはいかん。ヤーマン族を根絶やしにするのもそのためだというのか。ヤーマンは我々種族を抑圧し多くの民を殺した。嘘だ。神の名のもとに人々をコントロールするならば、お前は完全な独裁者だ。ポセイダル、いやオリビー、そんなポセイダルの言葉は使うな。お兄ちゃんのところへ帰れ。お兄ちゃん。13人衆の一人である緑レイロンを副官として従えるが、彼はクワサン・オリビーのお目付け役でもあった。物語の終盤でダバマイロードとギャブレット・ギャブレイに救出される。しかしダバマイロードがポセイダル打倒に固執するあまり、ただでさえ精神に異常をきたしていた彼女はオルドナ・ポセイダルの場所を知るためのセンサー代わりとされてしまった。それによりさらに精神に異常をきたしてしまったということは誰の目にも明らかな事実である。またそんな状態にある彼女を保護していたファンネリア・アムによってダバマイロードを助けるための条件としてギャブレット・ギャブレイに引き渡され、またしても戦場を引きずり回される羽目になる。そして最後は完全に自我が崩壊してしまうという悲しい結末を迎えた。こうなった原因のもとは確かにオルドナ・ポセイダルが行ったバイオリレーションシステムによる洗脳だと言える。しかしクワサン・オリビーを愛するダバマイロード、さらにはギャブレット・ギャブレイが自分たちの都合で彼女を振り回したことも、その一端となったことは否定できない事実である。オルドナ・ポセイダルをはじめネーモーハンなど当作品には男たちのエゴによって振り回されて不幸な結末を迎えた女性が多数登場するも、彼女はその最たる人物だったと言えるだろう。故郷のコアムセイに帰ってからはダバマイロードの介護を受けながら余生を過ごしたと思われる。漫画版の10世紀エルガイムでは最終的に精神崩壊を起こすことなくダバマイロードたちとペンタゴナワールドの復興に尽力を尽くすという結末を迎えたため、多少は救われたのかもしれない。最後にこの独特な髪型からなのか、ファンネリア・アムやガウハレシーに比べてあまり可愛くないという人もいるが、洗脳を受ける前の回想シーンの彼女を見るとかなりの美人であることがうかがえる。以上がクワサン・オリビーという人物の詳細である。期待解説とは違い個人的見解も入ってしまいましたがご了承ください。もちろん異論は認めます。最後にチャンネル登録と高評価をしていただけると幸いです。